メリークリスマス。今日はですね、下北にやってまいりました。ちょっと友人と待ち合わせをしてまして待ってるんですけど、なかなか来ないっすね。ちょっといないっすね。あ、ごめんごめん、通り過ぎちゃった今。通り過ぎちゃって。通り過ぎられました。通り過ぎました。ごめんなさい。ここでロケやってたんですけど、ロケ下北の駅の方に行かれましたね。ロケやってんなと思いながらここ今通って、気づかなかった俺かと思って。お待ちしてました。神木さんです。神木です。よろしくお願いします。メリークリスマス。メリークリスマス。ちょっと駅前で2人でこんな堂々と話してても、何もざわめかない。多分いいのかこれは。目立つのは、武さんだけだと思う。いや、俺もさすがに俺はマスクもしてないし、多分こんな駅前で2人で話してたら話しかけた人みたいな感じで、もう戻んなきゃ、入ろうってなると思ったんだけど、何のざわめきも起きない。なんないです。今日なんだか分かってる？謎解くよしか聞いてない。イエス。タンブルウィードに来ました。神木さん、謎解きはどうですか？謎解きよくやってます？全然ここ最近やってないですけど、久々だ。久々。戦力になるかどうかちょっと心配ですけど、謎解きに関しては結構もう経験とかあんま関係ないじゃないですか。そうですね。ひらめき一発なとこあるんで。確かに。今日もちょっとさえ渡れるように、ちょっと謎解くんでちょっとざわめかんな。引き伸ばしでざわめかない。駅前トークを引き伸ばしてたけども、ざわめかない。こんなざわめかんか。下北は行きましょうか。はい、行きましょうか。ちょっとクリスマスっぽいですね。メリークリスマス。行きましょう。行きましょう。こんにちは。こんにちは。じゃあ難しそう。めちゃくちゃクリスマスしてるじゃん。クリスマスホーリーナイトトライアル。ホーリーナイトトライアルだ。なんだこれ。自分の答え、相手の答え。メリークリスマス。メリークリスマス。ようこそクリスマス結界へ。イエーイ。私の名はノエルと申します。ノエルさん。はい、人間ではなくエルフという種族のものです。なるほど。エルフ。お二人はですね、じゃあ佐藤健様が赤いボードの方に、そして神木隆之介様が緑側の方にお書きいただいてもよろしいでしょうか。お願いします。ありがとうございます。今回私は魔法を使って佐藤健様と神木隆之介様をここクリスマス結界にお呼びいたしました。クリスマス結界とは2人の絆を深めるために用意された結界のことです。絆を深めるために謎解きもご用意しましたので、どうぞお楽しみいただければと思います。ありがとうございます。さあ、佐藤健様、このクリスマス結界では神木隆之介様とペアを組んで謎解きを楽しんでいただくわけなんですが、お二人の相性なんかはいかがでしょうか？どうですか？相性もこの上ないですし、もうクリスマス結界で絆を深めていただけるとおっしゃってましたけど、もう深まりきってます絆は。なるほど。はい。ちょっと一応ちょっと足りないぐらいの手でいていただけるともう深まり極まってます。本当ですか。いや、100% を 120% にすることを目的に今回頑張っていただければと思います。神木様から見ても佐藤様いかが見えてますか？もう手に取るようにわかる。なるほど。手のひらの上。手のひらの上。コロコロしてるだけ俺は。神木様の方が優勢の方なんです。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはお二人の絆がどれほどのものなのか、それを確かめるために簡単なクイズをさせていただきたいと思います。題してあなたの思う私の答えクイズ。こんなの余裕ですね。余裕ですか。ありがとうございます。ではこちらルール説明をさせていただきます。テーブルに置かれているフリップをご覧ください。このクイズではですね、問題に対するご自身の答えをフリップの左側に、そしてお相手がどう答えるのかの予想を右側に書いていただきます。それでは参りましょう。問題。この冬食べたいものといえば何？お書きください。まずはこういったところからでございますね。これ俺マジで当たるな。本当に当たるな。まず自分の答えは。左側にご自身の答えをお書きください。そして右側に相手が何と書いたかを予想してお書きいただければと思います。はい、書きました。ありがとうございます。それでは一斉にオープン。では佐藤様の方からですね、ちょっと読み上げていただけますでしょうか。
私は自分の答えはフグですね。あはい、で神木さんの答えはすき家。あ好きや、なるほど。はいはい、では上木様はちなみに何とお書きになりますか？僕は鍋類、まあもつとか、はい、なんかまあ冬なんで、なんか温まりたいっていうイメージの方向性考えてこれかな。で武さんの答えはまあ鍋類、まあ同じような鍋類なのかなみたいな。それに関して言うとまあじゃあだって当たってますけど、いやすき家はいつも食べてるしこの冬って言われてるから冬は関係ない。冬か夏でも食べれるから、ね、冬もすき家食べたいのかなと思ってたんだけど。いや冬も食べたいけど、うんいやてか冬も食べてるけど夏でも食べれるけどこの冬だからなんか冬っぽいものをでも感じる。これはあれよ、俺のこのフグはあもう鍋よ。鍋を指し示していたはい、だいて、鍋を指し示している。まあちょっと答えは僕ね詳しくはそのね鍋類っていうちょっと幅広いやつだとは思うけど、なるほど。まあまあほぼほぼもう正解ですから。いやいやいやそうですね。まあ類と書いてますからね。はい、じゃあ今後は類は禁止でいきましょうか。そうであーはい。今後は類禁止で、まあもう今回はピンポイントでってことですね。はい、まあほんのり合っていたということで、はいそれでは続いてまいりましょう。問題。2023年最も印象に残った仕事といえば何？いやでももう難しいこと考えずにさ、最も印象に残った仕事仕事2023年え今年一番印象に残った仕事、まあ私は書きました、はいこれはでももう世間的にとかいいからね、もう俺らの心に残ったやつ一番こうめちゃくちゃ世間の人がどう思ってるかとかうろ覚え。そんなのはもうとにかく私たちの心に残ったこと。じゃあいいですか。いいよ。はい、それでは一斉にオープン。私はもう自分の答えは今です。どういうことむずっ今です。今最も印象に残った今神木さんと2人でタンブルウィードにいるこのまだ今日という日です。今日だいぶまだ仕事してないと思うけど今っすか。非常にあ今なんだ。非常に心に残る。で神木さんはですね、はい祝ファンクラブ開設、ありがとうございます。こちらめでたく今年フありがとァンクラブうございますやられてます。そうなんです。学園祭にも回ったりしてイベントもやっ素晴らしいたりしました。素晴らしいありがとうございます。こちら僕の答えランマンの普通でしょ。普通のやつこれ迷ってるでしょ。うんこう来るかどうかそ。んな普通にいく、でギボムスってなんか最終ギボムス章取ってたよなんかどうのこうのってなんかニュースに撮ってましたこの前秋なんかでこの来年の1月2日にその、なんか最ニ終章ニュースでなんかその最終章がみたいななんかニュース見てあそうなんだだからすごいやっぱシリーズ長いなっていう感じの記事を見た印象が強かったんでそれもまた確かにね、あ来年はい、放送は来年です。あこちらですぜひ見させていこちらもただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、なんか宣伝の質問になりましたね本当にそれでは最後の問題に参ります。問題。お互いのラブ度は何%ずつでしょう？自分の答えの欄には自分から相手へのラブ度を、相手の答えの予想の欄には相手から自分へのラブ度を2つの数字の合計が100になるようにお書きください。つまりそういうことねどちらの方が比重が多いのか少ないのかみたいなことでございます、なるほどね。はいあー、どちらの数値も完全一致で今回、ね、相手の答えが相手が自分に対するラブだよね。そうそうそうで自分の答えが自分が相手に対する。自分の答えが自分からこれ本気で当てたいね。本気出して当たるぞこれ。合計100になる。合計100合計ですね。 100はいに君はこう書いたんでしょう。きっとこう書いたはずだ。あなたは。はい。では OK 書き終わりましたでしょうか。それでは一斉にオープン。ドン。異世界素晴らしいということでさすがさすが深まりきってるお二人ですね、はいちなみにどうして50、50と？僕はいやね冒頭いやもう僕ら深まりきってるから言ってたんで僕もああやって答えたじゃないですか。はい、 50、50かなっていうのは思いましたね。なるほどなるほど。それを完全に読み切った佐藤様といった感じだったんでしょうか。そうです。
はい、見事完全一致おめでとうございます。素おめでとう晴らしい。さあということでここであなたの思う私の答えクイズ終了となります。ありがとうございます。さあそれではお待ちかねの謎解きゲームを始めてまいりましょう。はい。とその前に、絆というのは目に見えないものですから、こちら絆が目に見えないのちょっと分かりづらいかと思いますので、お二人の絆を具現化することにいたしましょう。それでは佐藤健様は左腕を、神木隆之介様は右腕を正面へと突き出していただけますでしょうか。ありがとうございます。もうちょっと手を寄せていただきましていきます。それではなんだこれは。俺たちが何をしたっていうんだ。くそ。落ち着いてください。絆を具現化しただけでございます。ここはどこだ。たっちゃん。クリスマス結界の中でございます。ありがとうございます。さあしっかりなるほとど固い絆具現化されましたね。すごい。はい、こちらのように結ばれていることがお分かりになるようにですね、今回お二人の絆を鎖という形にさせていただきました。はい。その鎖は二人をつなぐ絆そのものです。よく覚えておいてください。それでは謎解きゲームを始めてまいりましょう。今回は謎を解き進めていき、最終的にクリアカードを手に入れることができれば謎解きクリアとなります。はい。制限時間は特にございませんので、ゆっくりと絆を深めていただければと思います。ゲームが始まりましたらお手元のボードをご確認ください。お二人とも心の準備はよろしいでしょうか。はい。それでは始めてまいりましょう。謎解きゲームスタートです。なるほど。クリアカード手に入れるんだって。これ読もうぜ。ステップ1。おもちゃの絵とおもちゃの絵を2人で見比べて丸い違いと顔の違い2つの違いを見つけよう。これか。あ、これか。じゃあこれやろうぜ。あ、裏もあるね。ああ、なるほど。あ、こういうことじゃない。ああ、なるほど。それで2つの違いを、丸い違いと顔の違いの2つの違いを見つけようだって。確か今パッと見たけどバスケットボールと野球ボールは違いました。もうすげえな。俺の方が野球ボールだよ。こっちバスケットボール。あ、じゃあそれは丸い違いだ。丸い違い。顔右下兜があります。カブト。あ、あるあるある。ありますか。イルカある。イルカある。顔の違い。ああ、そっか。じゃあこのカードだ。ウサギ、サル、ネズミ、パンダ、ライオンです。ネズミじゃなくてタヌキですうちら。はい。だから顔の違いがネズミってことか。じゃあステップ1終わり。丸1終わり。丸2、見つけた違いを緑枠と赤枠の4問の謎に当てはめて4つのこれか。緑枠と赤枠。これもこうなんじゃない？ああ、なるほど。あ、違う。これはこっちでいいのか。これはこっちです。緑枠と赤枠の4問の謎に当てはめて4つの答えを導こうだって。顔の違いが、ネズミとタヌキだったよね。ネズミとタヌキだった。じゃあこれ、顔の違い緑の方が、緑の方、緑にネズミだね。俺赤がタヌキだった、ってことだね。タヌキネズミってことか。6個のイラストがしりとりになるように並べよう。これはしりとりになるように並べんだって。それぞれの枠の中でイラストを表す言葉の文字をつなぎ囲まれた文字ってことね。口笛、枝豆、メガネ。磁石が最初かな。磁石、口笛、枝豆、メガネ、ネズミ、みかん。早っ。ということで、3つ目がみかん。みかんをつなぐ。磁石、磁石、口笛、磁石、口笛、枝豆。囲む。で、囲まれた文字を左から順に読もう。正解は運命。運命ですね。運命ですね。運命。次、タヌキ。タを抜くってことだ。ああ、なるほど。タヌキ、うがい、ナイフ、ボトルかな。タヌキだからタを抜くみたいな。うがい、
うがいい。うがいいな。うがいいか。ああ。ながい。ナイフ。ナイフ。これがないってことですね。棒取る。棒取る。H。次。なんだっけ、緑が。緑が。ネズミとタヌキかぶってんの。ネズミ。そうね。丸い違いか。だからボールってことか。野球とバスケがスタート。星がゴール。で、ここか。そこだね。ここだね。縦横にしか動けない。なるほど。この緑の問題ってことか。緑がどっちだったんだっけ？バスケ。このバスケはこのルールだね。縦横にしか動けなくて、イラストの描かれたマスでしか曲がれない。なるほど。で、星に行くと。ここからイラストしか曲がれないで星に行く。バスケ。ここからでしょ。左に行くしかないってことだね。イラストでしか曲がれないから。左でそこで曲がる。上しかない。でそれ2択ある。どっちがいいかな。地球の方かな。多分で下かな。で星に行けるのか。こうか。通った文字が答え。光。緑が答えが光。次。やる？縦横にしか動けない。スタート以外のイラストの描かれたマスにぶつかるまで曲がれない。マス目の外に出てしまうとゴールには戻ってこれない。この場合はこっちに行くしかないんだ。こうでロマンス。赤がロマンス。4問の謎の答えを裏面の答えの折り方に従って折ろう。1つの答えにつき2回折ります。多分俺が赤だったから一応俺が赤を入れるね。1回目答えワードの最初の2文字だから、龍は光と運命だね。で俺が H とロマンスだね。H とロマン。運と名をやる。運と名、非かと狩りをやる。そんな感じ。1回目答えの最後のなるほどね。やったら名やってこれだ。運を折った状態で名を折った状態で。なるほどね。はい。で非かを折って狩りを折る感じですね。なるほど。折ってそうだね。そっか。一つの答えにつき2回折るから。そうか。一つの答えにつき2回折る。全て折ったら2つのテーブルをぴったり合わせ、もみの木の隣に現れる4文字。2つのテーブルだって。何やそれ。2つのテーブルをぴったり合わせ。あるね、テーブル。2つのテーブルをぴったり。手伸ばし棒ブル。これを合わせんだって。合わせる。手と手を合わせる。伸ばし棒と伸ばし棒を合わせるみたいなこっちゃな。こういうこっちゃな。こうなんじゃないか。
なんかぽくなったね。うん合わせもみの木の隣に現れる。もの隣はこうみたいなことかな。みの隣はね。のの隣はコネクト。もみの木の隣はコネクト。コネクト。キーワードコネクト。ファイトボックスに入力しよう。あれかな。あれだ。ステップ1いきましょう。ページある。くそ、なんで外れねえんだ。俺たちが何をしたって言うんだ。開始コネクト。開始コネクト。うい。素晴らしい。最初の回答ボックスが開いたようですね。お。中には積み上げキューブというゲームについての説明が入っていたかと思いますが、はい、こちらのミニゲームは会場右手の試練の間で行います。準備ができましたらリボンの扉から中へお入りください。はい、腕を押していない方の手をテーブルにつけた状態で全てのキューブを積み上げろ。あ、こっちでしかできないってことだ。そうだ。やばいじゃん。やば。ミッション終了後に絆の証としてギフトタワーの前で記念写真をしよう。積み上げたキューブの一番上の面に描かれた手の形で写真を撮ろう。さらにその形がハートになっていれば相性抜群らしい。まあ、こっちで積み上げた後に積み上げた後に記念写真がありますので、撮るときに、はい、積み上げたキューブの一番上の面に描かれた手の形。あ、だから積み上げてあれじゃない、その積み上げ度合いによって現れる絵が違って、じゃあ記念写真なんでそれじゃああれしましょうか、なんかポストにあげたりしましょうか、記念写真ね、せっかくなんで。何やポストにあげるって。皆さんに見ていただきましょう、その写真。はい。インスタやってる？やってないです。やってる？やってない。あ、やってない。誰もやってない。はい、それでは奥の方に足跡のマークがありますので、ご自身の担当の色の足跡マークの上までお越しください。まずは腕輪のついていない方の手を台に書かれた手形マークの上に置いてください。以後、そのまま台から離さないようにお願いします。はい、そして腕輪のついている方の手だけを使ってご自身の色のキューブをすべて手形の前の枠の中に積み上げてください。はい、はい、つまり今キューブとは逆側の位置の枠でございますね。見事すべてのキューブを積み上げることができれば2人の相性もバッチリ深まると思います。はい、制限時間は30秒間です。これからいい？お二人とも心の準備よろしいでしょうか？同時にやっちゃう。それでは始めてまいりましょう。積み上げキューブスタートです。で一番上がハートにならないといけない。なるほどね。おしまいあげるわけだね。はいはい。あ、確かに無理無理。あ、ごめんなさい。はい。10秒経過、残り20秒。いやちょっと待って、時間なくない？あ、だからこれをやんなきゃいけないんだ。一番上が。なるほど。残り10秒。無理。9、8、7、一番上これになってる。5、4、3、おい。2、1、終了です。見事すべて積み切りました。おめでとうございます。それでは2人の絆の証としてギフトタワーの前で記念写真を撮影したいと思います。積み上げたキューブの一番上の面に描かれた手の形をして写真を撮ってください。さて壁側に赤色のボタンがあるかと思いますが、そちら側から撮影させていただきます。こちら足跡マークに並んでいただければと思います。左手？右手？あ、ここね。多分俺がこっちだから右手だから。そうですね。はい。絆がついてる方の手で、はい、お願いします。やば。なんでわざわざこっちでやるの？俺がこの俺じゃない。そうですね。なんでわざわざクラスしてハート作る？自分から見た時に。はい、そちらでもいいですね。珍しいタイプのハートの作り方だと思うけど。はい、それでは撮影させていただきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。今日の記念にぜひお持ち帰りいただければと思います。はい、今の時間のうちにですね、お席にはステップ2の謎をご用意しましたので、一度お席にお戻りいただければと思います。じゃあこれはステップ2。はい、それではお二人の、ご準備よろしければステップ2始めてください。はい、ステップ2もごちそうの絵を見比べて、丸い違い、顔の違い、残りの違い。丸い違いか。ピザの上に乗っかってる丸いものはトマトです。私サラミです。よし、
トマトとサラミ。丸はトマトとサラミ。顔サンタがケーキの上に乗ってます。乗ってる乗ってる。クッキーモンスターの顔が何クッキーモンスターって。クッキー5枚ありますか？クッキー123枚ありますね。人型の顔。人型のにっこりしてる。にっこり？こっちにっこりしてません。おお、どんな顔してんの？なんかじゃあにっこりと真顔。にっこりと真顔です。真顔と笑顔かな。残りですか？残りの違いってなんだろう。こちら、まだ食べてません。何が減ってますか？減ってないね。減ってない。減ってない。食べてないな。残り？ワインの残りは半分ぐらい。同じ量で半分ぐらい。うん。そっちも？左が赤で右が白。左がクッキー側が赤でピザ側が白で半分ぐらい。半分ぐらい。残り。なんかパンみたいなのに乗ってるリボンの色は黄色。うん。黄色。ステーキについてるウインナー2本、人参3本。人参3本はないです。こっちポテト3本です。じゃあそれだ。ポテトと人参。残りの違いってあれか。食べてるか食べてないかの残りか。そういうことだ。で見つけた違いを緑の枠6問の謎に当てはめて答える。これね。はい。さっきと同じシステムだ。残りの違い赤が人参。残りの違いポテト。じゃあこれどう？夕方の漢字じゃね普通に。4文字目。どういうこと？夕方。だから4文字目ってカタカナで書いてあるじゃん。うん。カタカナで書いた時の4文字目は「た」じゃん。なるほどね。で漢字で書いてあるから、漢字で書いた時の1文字目は「ゆ」で「たた」になるよって。なるほど。さすが。人参の漢字で書いてある1文字目、これとこれを足すと「天」になるみたいなこと？ナイス。多分そうかもね。いやでも「天人」答えはひらがなにしてる3文字の言葉。ちょっと違うのかな。1文字目。こう夫みたいなことかな。夫人？夫人？夫人かな。夫人で夫人。夫人。まあ仮でね。合わなかったらあれだけど。ポテトはこれ。まずこれがなんでこうなるのかってことだね。なんかあれですね。これはきっと多分ポテトってさ、はい。英語で書くとこうだよね。出た。苦手。で多分カタカナで書くんじゃない？なるほどね。そっか。夕方か。ことだよね。だからこれは外になるってことだよね。紫丸が「と」だからなるほどね。外。じゃあそうかということなんですね。ポスト。答えはポスト。さすが。よいしょい。裏なかった。裏ないね。あれ6問の謎に当てはめて言うてますがな。6問の謎。見つけた違いを緑枠と赤枠の6問の謎に当てはめて言うてますが裏ない？裏ない。ほんまや。じゃあこっちにまさかさっきのやつ使うのか？なるほど。さっきのやつ。ここにある。これが答えがまさか変わるのか？もしかしてだけどですね。はい。じゃあ一旦こっちやろうぜ。こっちは笑顔だったの間違いない。にっこりしてたの。笑顔だった場合笑顔じゃん。映画「お」になってでナイフは一緒、うがいも一緒、ボトルも一緒。生い立ち？生い立ち。こっちね。真顔だったよ。真顔だった。真顔だ。じゃあ真顔だ。で真顔がじゃああるはずなんだよ。真顔あるわ。マジ？真顔やっぱある。真顔あるから。よかった。だとしたら「お」から始まる
オレンジとかってなんだ天才やん。それだ。よね。真顔オレンジだ。オレンジ。あ、オレンジか。磁石か。うん。磁石。口笛か。おお。口笛。枝豆。枝豆。メガネ。メガネ。メガネ。いえ、真顔だったんですよ。答えは願い。願い。真顔だったわ。ごめん、よかったちょっと疑わいや、わかるよ。なんで真顔でいいのかなって思うもん。で今4問解いたんで、はい6問解かないといけないからあと2問解かないといけない。それはここにある。うん。緑の丸い違いはトマトだったんだっけ？俺？うん俺トマトだった。俺はサラミだった。じゃあ緑からやろうか。トマトでさっきと同じことをする。あ、これか。トマトから縦横？でこれ N の場所でしか曲がれない。じゃあ上だね。いや左の可能性、あ、上だね。上。左しか行けない。下行くと無理だから上しか行けない。右下、右、オレンジ。オレンジ。で私さらに、はい。さらにここか。そうですねここから始めて、こうですね。なんでリス。待って。あ、伸ばし棒がある。リースか。ナイス。伸ばし棒が消えてた。リース。でこれで6問解けましたとさ。答えを答えの祈り方に従って折り方。導これか。答えの折り方さっきあったな。これか。答えの折り方。先ほどと同様にだから。答えの折り方にしようって道。これ切れないよ。だから 6×2 で12回折んないといけないってことか。おお。めっちゃ大変やん。すごいね。じゃあまあ下手したらもう月まで届くよ。何回折れば月まで届くんだっけって感じだね。そんな折らなくていいんだよな。じゃあまずリーからいきますね。リリー伸ばしますリース次オレンジ俺緑だね。緑だよね。緑俺あ、俺がこれか。俺んじこれ。次もうおいたちやろうか。おいたち願いポストポススト婦人富士人婦富士お3になる。おおなるほど。導かれる5文字の回答キーワードを回答ボックスに入力しよう。裏は答えのあり方に従って、これで導かれんの？仲直りじゃね？仲直り。あ、仲直り。だね。ですね。オッケー。仲直り。別に喧嘩してねえのにな。確か
じゃあいきます。ちょっと待って。なおり。素晴らしい。ステップ2の回答ボックスが開いたようですね。おめでとうございます。さあ、中からは今度は選べるトラベルというゲームの説明が出てきたかと思います。選べるトラベルだ。はい、こちらのミニゲームは会場右手の試練の間にて行います。クラッカーの扉から中へお入りください。なるほど。こっちか。では行きましょうか。失礼します。緑ですね。それぞれ赤の席と緑の席がございますので、そちらにおかけください。はい。それでは選べるトラベルを始めてまいります。はい。佐藤健様と神木隆之介様のお二人で過ごす1日の休暇があるとしましょう。はい。さあ、お二人は一体どのように過ごすでしょうか。なるほど。お手元にある7枚のカードから午前に過ごすこと、午後に過ごすことの2枚をお選びいただければと思います。それぞれ1枚ずつです。それでは選択の時間は30秒でいきたいと思います。用意スタート。何むずいんですけど。午前午後。10秒経過。待ってくれよ。ちょ待っておりました。20秒経過。当てたい。残り神木の思考当てたい。4、3、2、1、終了です。それでは今からついたてを外させていただきます。さあ、一致してるんでしょうか。ドン。惜しい。だよね。迷ったわ。昼は多分謎解き関係に行くんだろうなとは思ったんで、謎解きボドゲは確定だったんですよ。で、いや多分ゲームが好きだからゲームって置いてくるんだろうなと思ったんですけど、その2人で一緒に過ごす1日の休暇としてはゲームちょっと温泉の方がおかしいやん。いやなんで2人の休暇で思い出して2人きり温泉。いや行ったじゃないですか。2人きりじゃないですけど、みんなで行きましたよ。行きましたよね。休暇ですから休暇ですね。ゲームはまあ1人なんで、確かにね。温泉でゆっくり謎解きで流した汗を温泉リラクゼーションでということで僕はこっちしました。なるほど。惜しかった。惜しかったですね。まあでも午前中はしっかりと、ぴったり当たっていたということでございまして、はい、それではですね、2人の絆の証としてまた再びギフトタワーの前で記念写真を、撮らせていただきたいと思います。そして先ほど説明にも書いてありましたが、はいチーズのタイミングでグーかチョキかパーのいずれかのポーズを取ってください。もちろん相談は禁止です。それでは撮影させていただきます。はいチーズ。はい。もう一回フラッシュがちょっとはい、申し訳ございません。機材トラブルはい、もう一台。もうワンチャンス。もうワンチャンスできました。今のは忘れる。今のはリアルさん。じゃあそうですね。今のも踏まえて手を優しい。今のも踏まえて手を揃えに行きましょう。そうみたいな感じで優しいな。いや、なっております。次当てたいね。次当てたいですね。だからまあ優しい。どっちかがそのままでもいいし、どっちかが変えてもいいし、そう。どっちかが合わせに行って変えてもいいし、そう。お互いが買いに行ったらまた外れちゃうし。それでは撮りましょう。はいチーズ。おー、素晴らしい。いや、こうしてよ。裏パーでしょ。では裏パーと普通のパーでしたということですね。いや、よかった。はい。では先ほどと同様撮った写真、こちらも、記念にお持ち帰りください。ありがとうございます。はい。そしてお席にはステップ3の謎ご用意がございますので、一度ご着席ください。それではお二人ご準備がよろしければステップ3始めてください。青の手袋のペアと白の手袋のペアを同時に作ろう。同時に。今までってことしかね。青の手袋のペア、白の手袋のペア。なるほど。手袋あった。本当だ。これでいいんじゃないかな。次はこの紐があるからこうなんじゃない。なるほどね。確かに同時に作り、現れたシルエット。これだ。だからこうなんじゃないですか。このシルエットの上にこちらを合わせまして、で宿り木。宿り木だ。宿り木の下に現れる4文字のキーワード。
紅葉宿り木の下に宿り木の下に現れる4文字のキーワード。でもやっぱこれに合わせないといけないから下には何も現れたシルエットにすり合わせ、まあここまで合ってるよね。宿り木の下に現れる4文字のキーワード。宿り木の文字の向きを見てみるといいかもしれません。なるほ多分矢がこっちを向いてるから矢の下っていうのは G みたい G なこと。なるほど。じゃあ A ですね。 D が M E GAME ゲゲーム。なるほど。確かに。これあそこに入れ入れよう。GAME 開始。 GAME 決定。お見事でございます。見事クリアカードゲットクリアです。おめでとうございます。クリア。クリア素晴らしいクリアでございます。それでは一度ご着席ください。お素ー晴らしいでございます。結構サクサクと簡単でしたかね。佐藤健様、今回の謎解きいかがだったでしょうか。いやー非常に楽しかったですね。うんうん。まあでもサクサクいきましたね。サクサクいきましたね。なんかめちゃくちゃ不安だったんですけど、それこそ謎解きガチ勢ではない自分にとっても、あ、こうじゃないっていうのが結構そのね、答えになったりヒントになってたりしてたんで、それはめちゃくちゃ役に立てたっていうのはすごい嬉しいなと思います。ということで見事お二人の絆これで深まったのではないかということで、なのでお二人の絆がどれだけ深まったかを確認するクイズを行いたいと思います。おー題して絆でクイズ。このクイズでは問題に対するご自身の答えをフリップにお書きいただければと思います。はい。2人の絆が深まっていればお二人の答えが一致するのではないでしょうか。なるほどということでもちろんぜひお二人の答えを一致させるように答えをお考えください。はい。それでは早速参りましょう。問題。この後お二人で食事に行くとしたら何を食べますか。この後お二人で食事に行くとしたら何を食べますか。フリップに一つお書きください。さあぜひお二人の答えが一致するようにお考えいただければと思います。たける様はもう書き終えたという感じでございますね。はい。はい、それでは一斉にオープン。ではたける様から読み上げをお願いします。鍋。鍋。では神木様、焼肉。焼肉。一致ならずということでございます。焼肉か寿司のイメージだわ。どういうイメージやねん。食べたいのは鍋だったんじゃないの。あー、まあまあまあ、でもほら今この後だから。冬。いやいやいや、まあ冬冬全体的にだからね。確かにね。さあ続いて参りましょう。問題。今回の謎解きでの活躍度はそれぞれ何%ずつでしょう。佐藤健様の活躍度をフリップの左半分に、神木隆之介様の活躍度をフリップの右半分に、2人の合計が 100% になるようにお書きください。どうやって書くのあなたは。どうでしょうか。それでは一斉にオープン。はい、 50、50。はい、神木様。佐藤70、神木30です。50、50でしたけどね。いやでもそれめちゃくちゃ嬉しいですよね。自分のパーセンテージより評価が高いっていうのはめちゃくちゃ嬉しい。50、50でしたけど、まあ当てましょう次は。はい。はい、今回はちょっと一風変わったものになります。はい。フリップに書くのではなく、カメラに向かって今お二人が記念写真を撮っているという体でポーズをしていただきたいと思います。お二人の手の形が一致することを目指してください。参ります。はい、
チーズ。あ、敵に手だ。敵に手だ。いやこれむずない裏と思ったパー。はい、ということでそれでは最後の問題でございます、来年またクリスマス結界に来るとしたらお二人で来たいという度合いは 100% 中何%ですか？お書きください。はい、こちら先ほどと違いお二人の合計ではなくご自身だけでマックス 100% でお書きいただければと思います。いやもうそれはもそれでは一斉にオープン。はいということでう素晴らしい。素晴らしいやつじゃない。それはだってこんなに楽しくて、こうつながれてるって結構特殊じゃないですか。確かでクリスマス時期でこんなにクリスマスっぽい中で謎解きができるのはすごいないですよ、なかなか。ということでありがとうございます。ありがとうございます謎解きをやったおかげで先ほどよりも格段に絆が深まったと言えるのではないでしょうか。いや言えますよ言いますよ、だいぶ。はいということでありがとうございましありがとうごた。ざいますさてここからが本番です。改めまして私の名前はノエル・ノワール。エルフはエルフでもダークエルフという種族でございまして、おうこのクリスマス結界にお二人をお呼びしたのは二人の絆を試すためです。この結界から生きて帰ることができないかもしれないという極限状態に直面しても二人の絆は壊れないのかと。この度はその人間の代表としてお二人をお招きさせていただきました。さてこれからお二人にはこのクリスマス結界からの生還をかけたとある試練に挑んでいただきます。なんだと。その試練とは生還の試練。なんだこれは生還の試練。なんだなんなんだよ。生還するための条件は至ってシンプル。それは試練の間に入り赤のボタンと緑のボタンを同時に押すこと。赤と緑のボタンを同時に押せなかった場合、お二人はこのクリスマス結界の中で共に朽ち果てることとなります。とはいえ赤と緑のボタンはどちらの部屋でもかなり離れた位置に設置させていただきました。こちらは移動させることはできません。現状の鎖でつながれたお二人では同時にボタンを押すことは非常に難しいでしょう。そこで優しい私はお二人のために一つプレゼントをご用意しました。それはエルフの鍵です。エルフの鍵を使えばお二人は鎖から解放され2つのボタンを押すことなど容易にできるようになるでしょう。ですがこのエルフの鍵は会場右手にございますクリスマスツリーの横に置かれたレンガの中に封印されています。あれお二人には今一度その絆とやらの力を発揮してレンガの破壊呪文を導く謎を解き明かしていただきます。エルフの鍵を手に入れた後試練の間に入ることができるのはたった一度きりです。どちらの扉から入っても問題ございませんが試練の間に入ることができるのは一度きりです。それでは始めてまいりましょう。人間の言う固い絆とやらをぜひ私にお見せいただければと思います。生還の試練始め。一旦エルフはあれするかい。はい。描かれていないのはなんかこんな絵があったんだっけ。サンタも描かれない、トナカイも描かれてない。これはあれかね。ごめんなさいごめんなさい。ごめんなさい、そうか。そうしか破壊対象。だから前を向いて考える。これか。スタート色と形が同じペアのうち左の方だったら色と形が同じペアと色と形なんか同じのある。色と形同じの左の方。これないのかね。だからこっちの中から選ぶってこと。一組だけある色と形が同じペアのうち色と形どれが一緒だ。緑か。全部斜めになってるからね、分かりやすいよね。分かった、ソリトとナだ。緑のソリがあるってことか。素晴らしい。トとナです。右の方だからなってことだね。だから帽子付きリンゴ斜めにいっていいんだよ。リンゴグラスダイヤモンド
ダイヤモンド、ケーキ、2文字目だからあれ棒かもしれない。いや多分ね、ケーキ、あ、そうか。靴下、あ、そうか。グラス雪、グラス雪、リンゴ、煙突。こうなるから向こうが答えってことかあれじゃないかな。な。チーズ、こういうことね。ああ、すごっ。すごっ。前を見ると今年の中に春がある。今年の中に、今年の中に春があるんだ。それからバトンの中にドラマがあるんだね。ははは。バトンの中にドラマがあるから、ドラマ。レとロの中にあるもの。レとロ。牧師じゃん。牧師。牧師レとロ斜めでしょ。斜め白白で本当だ牧師です。素晴らしい。ナイス。いいっす。オッケー。次はシングかな。そうね、俺布団ってなっちゃった。リング、リース、チーズ、チリ、七輪。七輪。でこれで全部できた。で次これか。破壊魔法、すべての破壊魔法は銀のハートのついたものしか使えない。あれ銀のハートついてる。今。銀のハートついてる。銀のハートついてる。牧師。枠がある。ドクロ。七輪。向こう。なんでろうそくが七輪になるんだろう。レンガが牧師になった。なんでだって。ラとボがオレンジと緑のダイヤモンドって色が変わるだけでしょ。色が変わるだけなんだ。素晴らしい。なんか共通してるなっていうね。じゃあレンガのレ、音符、白音符だからバみたいなことかな。そう。ナイスです。ピンクのクッキーがだからクってことだね。クだね。が黄色い靴下が爆破ですね。素晴らしい。オッケー。ナイス。冴えてます。とても。素晴らしいレンガの破壊呪文が分かったようですね。ではレンガの前へ向かい、レンガにある銀のハートを指し示しながら破壊呪文を唱えていただければと思います。破壊呪文を使う際は危ないので少し距離を取って使ってください。よろしいですか？それでは唱えましょう。せーの。爆破！お見事、レンガが破壊され中から物を取り出せるようになりました。蓋を開けて中身を取り出してください。そちらがエルフの鍵です。それと破壊魔法についてですが、残り一度だけ使うことができます。どこでだって。試練の前入る準備が整いましたら扉の前までお越しください。かわいい鍵。聖火の試練。絆を一切傷つけることなくどちらか一方の腕輪を解放する。だからでも一方は取れるってことだね。エルフの鍵は。ただうちこれだから2人一緒にどちらかの知らないように赤のボタンと緑のボタンを同時に押すことにより腕輪を一度も外してない人間は生還できる。だから解放する方は死ぬ。そうなんです。どちらかがで爆破が1個使えるからどこでその爆破を使うかっていうことだね。全然俺神木さんのために死んでいいけど。とんでもないですよ。全然いいよ。それであれですよ、終わって「いや」とかっつって「佐藤さんの方は残念ながらこの館から出れませんでした」っていう。それはそうよ。もう死ぬから館から出れないどころじゃなく、そのほら人間を生還できる。
もう私はもうデビルエルフもう何なるもう毒されてんの。いやできる次来た人なんか白い人いたじゃん。あいたあれ次俺のエルフ側のね。まず例えばですね、はいこちら銀のハートです。はい。これを爆破することは我々できます。まあできますね。そうした場合はどっちも腕輪がついてる状態なので、一応我々はどちらとも生き残ることはできます。できます。ただうん。こちらはい我々の絆の証ですので、はいもう我々は生き残りはしますけどあそっか。我々の絆なるほどねがぶち壊れます。なるほどね。だからどっちも生き残れる。なるほどね。エルフの僕なりはい。神木さんなりがどちらかが一方犠牲になり、はい我々の絆はそのままですけど、はいどちらか一方が死にます。なるほど。ただ我々ははい。何とかしてうん絆を保ったまま、まあま二人とも生き残る方法を見つけたい。なるほど。だから爆破の使い道だよね。そう銀のハートにしか使えないでですね、ちょっと僕気になったのはですね、はいこちらの写真あります。銀のハートがあるんですよ。ただこれを爆破したらどうなるんだろう。これまず赤のボタンと緑のボタンを同時に押すっていうのってさ、うん。もう要は試練の間に2つに別々の部屋にどちらかが入んないといけないってこと。いや片方だけで。1つの部屋に両方のボタンあった。赤のボタンと緑のボタン。確かこっちに緑のボタンがあって、うんこっちに赤のボタンがあって、に。みたいなことが確かになんか映ってるもんね。なんかあめちゃくちゃ怪しい感じで。で緑緑のボタンのボタンと赤いボタンをうん。同時に押す方法があるのかな。この赤いハートむちゃくちゃ爆破したいね。爆破してみたい。どうなるんだろう。中に入ることはできるんじゃない？とりあえず。あ1回しか入れないんだっけ。あ、一回しか入れないんでしたっけ。はい、入ることができるのは一度きりです。じゃあやばいな。ちなみに銀のハートがあるのこっちだね。ハートだから。そう中を見ることもできないか。そうですね。入ったらもう一度入れない。見ることもできないですよね。まあちょっと覗くぐらいならあ、違う。優しい。まあ入ってないから。まあ、じゃあ100入らないでください。おおー、なるほどね。だからあれを爆発したら繋がってるんだ。いいですか。じゃああれを爆発するで、どうぞあれを爆発して、まあ、逆に失敗しても、うんこっちで爆破しました。そうで絆それでいいよ。こっち爆発してもいいよ。しました 100% 生き残る。そうしたら俺らは。でそれで鍵を使いましたで外しました。なんとなく予想はついてるじゃん、ついてる。その結果の。確かにちょっと好奇心でも外れててもあれは爆破してみたいよね。あれそうなんだよ。だってこれ失敗したら我々2人出れないでエルフになるだけだし。だから我々には選択肢は4つあります。あります。一つはこのハートを壊す、絆を壊す。そしてもう一つは鍵を使って絆を壊してで生還する。生還する。もう一つは腕輪どちらかの腕輪を取り一人は生き残るが一人はダークエルフになってしまうか、あそこの、プレゼントボックス積み上げられてる銀のハートを壊してで、絆もそのまままあ2人とも生き残る生き残るか2人ともエルフになるかあえてね、明日からここに通うことになりますね。はい、それにしとく。それにしておきます。それしとこうか。むしろもう働きたいんでしょここずっとエルフここで、はい、ちなみに失礼いたします。爆破はレンガの呪文です。レンガを破壊するための呪文です。もう一度見直してみましょう。破壊呪文に関するルールを見直しましょう。本当だ。だからあれはなんだ。あれはなんか赤い箱ですね。箱です。あれなんですか。ギフトとかじゃないですか。ギフトありますよ。ギフトあります？それか。セイナ。ちょっと神木さん。はいはいはい。さっき神木さんがひらめいてくれたはい法則で、はい。ギフトをやりたいじゃん。セイそうでギはセじゃん。はい。セイナでしょ。フがクじゃん。うんでこれ同じ色だから、うんこれと同じ柄で違う色のソリじゃないと、うんそうだね。いやこれも同じがダメで、うん違う色のソリがないんですよねと。ないというピンチです。なんかありますかこっちとかに。ちょっと見てみましょうか。でちなみに、はいそっか爆破する
銀のハートすべての破壊魔法はハートにしか使えない。ちなみにその呪文の導き方の法則、同じ色でも問題ないかもしれません。あ、そうなんだ。あ、でもセイナって言葉変じゃない？セイナって言葉あるの？セイナ。セイナって知ってる？いや、セイナって知らない。セイナ。聖なるみたいな。ああ。ギフトボックスなのかな？あれが。ギフトじゃなくて。ボある。ボあるんですよ。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみよう。ギフトボックス。ギフトボックス、今セイナまで言ったよね。これの名前がもしかしたらどっかにあったら出てきた。すごい。セイナダコンズって書いてある。セイナダコンズ。ギフトタワーじゃないですか。ギフトタワーでやってみません？あった。これ。ミッション終了後に絆がしギフトタワーの前で記念撮影しよう。あね。ギフトタワー。やっぱ聖なるよね。聖なるペアでございます。聖なるペアだ。聖なるペアだ。行きましょう。行きましょう。この腐りきった人間界で人間として生きていくことになる。生きて帰ってくるも地獄、残れば天国ってことですか。いいのか、人間なんてくだらねえ生き物に。元通りだ。相当恨みが人間界にあるようです。じゃあ入りますね。はい、入ります。はい、さあリボンの扉から試練の間に入られました。現在のお二人の状況を確認させていただきます。はい、お二人ともエルフの鍵を使って腕輪を外してはおりませんので、佐藤健様が左手で赤のボタンを、神木隆之介様が右手で緑のボタンを押すことができれば、お二人ともこのクリスマス結界から生還できます。はい、もし呪文を使う場合は必ず私にお声掛けください。はい、それでは行動を開始してください。では破壊魔法を使います。使います。はい、対象はどちらでしょうか。対象はこの、ギフトタワーの赤い箱の銀のハートです。承知しました。では危ないですので少々距離を取ってください。それでは唱えてください。せーの。聖なるペア。うわー。聖なるペア。うわー。ありがとうございます。イエーイ。でですよ。こちらに赤いなんかありますよね。あるんですよ。ありますね。私がこの左手で赤いボタンを押しまして、はい。僕がさんがそちらの右手で押しましょう。いきますよ。よ。せーの。お見事。お二人はどちらの腕輪を外すこともなく赤と緑のボタンを同時に押すことができました。よって生還の試練クリアとなります。おめでとうございます。ちょっとエルフとして働けなくなってしまったのでちょっと残念かもしれないですけど、すいません。ちょっとそれは個人的にエルフになっていただいて。生還の試練クリアでございます。そしてさらにお二人はギフトタワーにも銀のハートがあるということに気がつき、そのギフトタワーの破壊魔法聖なるペアを導き出してギフトタワーを壊すことによって絆という鎖を外すことなく両方のボタンを同時に押すことに成功しました。この方法はなんと私が用意した唯一の2人の絆を壊さずに生還する方法、つまりスペシャル成功となります。おめでとうございます。それでは一旦お席にお戻りください。このまんまや。スペシャル成功でございます。スペシャル成功や。僕今多分自分のこの2人での貢献度は何パー 100% に満たすようにやってくださいの問題だったら俺今50-50。もう素晴らしい。最高です。ということで見事ですね。お二人が力を合わせてスペシャル成功となりました。まさか命がかかってまでも決して絆を壊すことなく生還する人間がいるということを見せつけられたので、私も人間に対する考えを改めた方が良さそうですね。ということで佐藤健様、本日はいかがだったでしょうか。結局我々の絆は誰にも壊せませんでしたな。壊せませんでしたね。いやでもおかしいなとは思ったんです。いやいやほらゲームそのステップ3のやつこう入れたじゃないですか、コードでクリアおめでとうございますって出てきて、
そんなはずはない。こんなステップ3やってないしっていう、かなり警戒は警戒してめちゃくちゃ警戒してた、た。あんなんで終わるわけがない。わけがない。ちょっとコメントもたどたどしかったし、もっとえぐいのが来るはずだろう。予想通りでしたけども、読み通り。めちゃくちゃ楽しかったです。急にやっぱり後半の緊張感がちょっと雰囲気変わったよね。あ、こっから本当にこうガチで来るんだっていう。いいね。でもやっぱこの写真ちょっと目はつけてたんですよ。なんかすごい浮き上がってるよねって。毎週な。いや、よかった、貢献できたと思います。もう貢献どころか。サポートできたかなと。サポートどころか。あれ自分でびっくりした、色の素晴らしかったですね。いや、嬉しかったな。どうですか。いや面白い。どうでした。こちらタンブルウィールっていうですね。下北にありますので、はいかみさんもお休みの日はぜひ。あ、ぜひぜひ遊びに来てくださ最後なんですけど、いはい。ちょっとすいません。もうせっかくなんでね、クリスマスなんてどうぞちょっとかぶってエンディング迎えたいなとはね、やっぱりいや思うので。ああはいはいはい。なるほど。これかみさんこれ持ってきたんですか。まあかみさん持ってるんですかこれ家で。いや、家もう私物ではないですけど、まあちょっとクリスマスっぽくしたいよねって言ったらこれが出てきたんですけど、大丈夫ですか。うん。これこほんまや。う、あ、そっちも。おー、かわいい。これいいな。というわけでですね、まあ、せっかくこのね動画を見てくださってる方々は、まあ、クリスマス、僕視聴者としてはやはり佐藤健ファンとしてはクリスマスのやっぱ甘い一言聞きたいなと最後に。何でしょう。私12月24日もう大好きなんですよ。おお、一番好き。365日の中で12月一番好24、きなのを選べって言ったらもうクリスマス。おお、24、25イルミネーションとか大好きなんですよ。確かにね、はいすごい綺麗だからね。まあそんな動画を見てくださってる視聴者の方々にですね、そんなはいちょっと何か一言とメリークリスマスで締めていただけると。 OK こんな聖なる夜にご一緒できて光栄です。神様今日はありがとうございます。ありがとうございます。来年のクリスマスも一緒に過ごそうね。メリークリスマス。メリークリスマス。皆さんのもとにタケルサンタが来るように願っております。ありがとうございます。